さーて北海道に行きましょうかね。今日は天気がいいですね。とってもですね、北海道が楽しみです。去年の7月以来ですね。まさか3年連続でですね、北海道に行けるとは全く思いませんでした。まあちょっとですね、いろいろあって、今回ですね、会社をですね、実は退職することになって、で、今、有給消化中なんですね、その時間を使って、北海道に行きたいと思います。とても楽しみです。このままですね、舞鶴、恒例のですね、舞鶴まで、実装して、京都の舞鶴までですね、北九州から実装して、で舞鶴からですね、フェリーで、21時間ですね、かけて北海道の小樽まで行きます。で、今日土曜日なんで、日中ずっと走って、今日の深夜にフェリーに乗れば、結局、北海道に着くのが日曜日の深夜ですね、小樽に着くという形で、いつものごとくかなりの長旅ですけど、小樽に日曜日の夜着くんで、月曜日からですね、北海道を楽しむことになります。で、天気がですね、どうもそんなに、そこまで雨とか降る予想ではないんですけど、晴れとか曇りとかですね、という北海道も形なんで1週間ぐらいですね。なのでそれなりに北海道は多分楽しめるんじゃないかなと思ってます、ね。なんか何回行っても毎年行ける形になってますね。北海道すごい楽しみです、ね。九州にはないですね、楽しみ方がたくさんあるので、一生のうちでですね、もうあと本当何回行けるかわからないような場所なんですけど、今回もですね楽しんでいこうと思います。ちなみに今日ですね、舞鶴までですね、いつも高速でずっと走っていくんですけど、今日はですね、朝早く土曜日出ることもあって、下道で舞鶴まで行ってみようと思います。北九州から620キロ、600キロぐらいか、下道で途中でへたばらんように気をつけようと思うんですけど、9号線の方ですね、上の方を通って、舞鶴まで行きたいと思います。山陽の方ですね、広島とか岡山通るとものすごい混むんで、9号線ですね、空いてる9号線を通っていこうと思います。九州から関西下道する場合ってやっぱ皆さん9号線通るみたいですけどね。やっぱり9号線の方が全然人口が違うんで、9号線で走った方が快適に走れます。道もかなりいいですしね。昔だいぶ前かな、 4,5 年前に走ってますけど、9号線で行こうと思います。このペース、北九州市内が抜けるのはやっぱり時間かかるんですよね。このペースで本当舞鶴まで間に合うやろか、フェリー。間に合うと思うんですけど、一応計算上はですね、舞鶴まで一応下道で13時間なので、7時9、休憩ある程度するから、多分本当下手すると8時とか9時ぐらいには着くと思うんですけどね。多分ちょっとあんまり自信がないです。下道で舞鶴まで行くっていうのが全く今まで経験がないんで、かなりねツーリング僕もこなしてるんですけど、1日で舞鶴まで下道で行く、600キロ下道で行くっていうのは実は多分経験したことはないんで、ちょっと不安です。関門トンネルでですね行こうと思います。お金をね、バイクの場合手で出さないといけないのがめんどくさい。だから普段はね、実は関門橋、ここだけ下関門司港とですね、ここだけトンネルじゃなくて橋使ったりするんですけど、 ETC 使えるから、たまにはいいでしょうですね。ではよいしょ、はい、よいしょ。
はい、すいません。関門トンネルです。まあ有名ですよね。今更九州と、本州を結ぶトンネルです。知らない人は多分ほとんど、関東の人は知らんかもしれない、知らん人はどうと思うんですけど、とても有名なトンネルですね。もうこれ戦後すぐにできたトンネルだったかな、戦前か戦後かで、ものすごい古くてかなり歴史があるトンネルで、当時ものすごいいろんな重災に遭われて亡くなった方が大勢いたんですけど、このやっぱ本州と九州を結ぶっていうのはですね、国家的なあれで、もう何年、もう本当戦後すぐか戦前か忘れたんですけど、その辺りからできてるトンネルですね。で、九州から本州に渡る方法っていうのは、トンネルとか、道路というか、あれが移動手段が4つあります、実は。で、道路はですね、この関門トンネルが1つで、あと高速道路がですね、関門橋で、車とかですね、バイクで移動できるのはこのトンネルか関門橋になります。で、高速はですね、125以上じゃないとダメなんで、原付とかはですね、この道路を通る必要がある、125もですね、なります。なので僕は125かなり四国何回も実家帰ってるんですけど、その時はもう必ずここを通るしかない。で、あともう一つありましたね、人道。人が九州から実は本州に渡ることもできて、でそれはですね、一応人道といって、同じこのトンネルの真下やったかな、真下に実は人が歩けるトンネルが通ってます。で、そのトンネルであればですね、人も歩けるんですけど、だって距離がなんか780メートルとか1キロないぐらいなんで、結構気軽に歩ける距離になってます。なのでここら辺に住んでる方、実は散歩とかで普通に九州と本州を行き来してるっていうのを聞いたことがあります。で、ここのトンネルって実は51cc 以上じゃないとダメなので、逆に言うと普通自動車免許で出る原付ですねは、下のですね道路をですね、実はバイクを押していかないといけないということを聞いたことがあります。なので自転車と 50cc のバイクは下を押してと、で自転車もバイクも乗ってはいけないので押すらしいんですけど、相当やっぱり大変らしいです、ね、僕では無理です。なんかやっぱりみんな走ってますね。で、あとは道路はそれだけなんですけど、あとはですね、電車があります。で、一つが門司の手前の小森やったかなと下関を結ぶ山陽本線ですね。これがトンネルを通ってます。で、それは門司港まで行かないんですけど、鉄道が一つと、あと新幹線ですね。新下関から小倉の間ですね、トンネル通ってます。で、そういった形で本州と九州は、結構多い路線で結ばれているんですけど、それでもですね、実は九州本州って交通量がものすごく多いので、実はまだ一般道が足りないということで、ずーっとですね、小倉と下関を結ぶ、今これ門司と下関なんですけど、小倉の市街地からですね、もうこの本州を結ぼうという計画がずーっとされてて、どこかでそれが実現すると思います。僕もね、それは期待してるんですけど。よいしょ、まだまだやね。あと550キロか。1時間半ぐらい走ったね。1時間23分。
山口市内ですね。まあ小郡市が見えてきました。こうやって見ると結構大きいね。ここから島根方面ですね、向かって津和野の方ですね、向かって走っていきたいと思います。9号線ですね。これをひたすら登っていきます。増田、よく九州山口とかっていう形で一括りになるんですけど、どうもやっぱ山口と九州は違うよなと思います。まあ、鹿児島とかね、宮崎とか九州、北九州からもかなり遠いんですけど、まあ同じ九州っていうあれがするんですけど、山口だとやっぱりどうしてもなんか九州と山口っていう感じで、そのなんか連帯感っていうのはね、あんまり実は僕感じてなくて、まあ関門って言ってね、下関と門司ね、で、まあ、下関と北九州ですね。だとなんかすごいなんか身近に感じるんですけど、関門橋とかね、関門なんとかとかって。ちなみに関門の関っていうのは下関の関で、関門の門っていうのが文字の門ですね。で、関門って言いますけど、まあ、関門って聞くとね、なんか下関だとまあなんとなく近いイメージあるんですけど、山口県っていうあれ全体で見ると九州と全然違うよねっていう感じします。なんかすごい走りやすくなってきたね。田舎道ってこういう道がね、9号ってずっと続くんでいいんですよね。やっぱ人口がまあ比較的少ない地域でも道路はかなり作りが良くて、ね、おお、なんかいますね、バイクが大勢。なんか展示会してます。長門橋ですね。道の駅長門橋。まだ長門橋か。まあまあ分かってたんですけど、遠いね。あと500キロ。本当にこれ舞鶴まで行けるんやろうか、下道で。なんか心配です。なんか体も持つやろうかと思うね。一応ね、ナビ見ると休憩なしで19時何分、これ19時34分着ですね。だからまあ多少休憩したとしても、まあ21時とか21時半には行けると思うんですけどね。もう夜真っ暗やね、多分そうなると。で多分フェリー乗れたら、一応ね、多分今日はもう多分個室ちょっと贅沢退職してですね、これから先行き不安な状況なのにそんなお金使っていいのかと思うんですけど、まあ一緒にそうそうあることないんで、今日は個室にしたいと思ってます。一応ね、新日本海フェリーの個室ってあれです。この期間は貸し切り無料なんですよ。で一応ね、ツインの部屋、一応2人で泊まれる部屋なんですけど、それをね1人で泊まっても貸し切りで泊まれるんで、それ貸し切り料金が無料ですね。なのでその二等寝台とか普通のドアがない個室、半個室みたいなやつにするよりですね、コストパフォーマンスは全然いいんで、ちょっと1万円ぐらい高くなるのかな。それでもまあ一緒にそうそうあることではないし、まあやっぱり個室でゆっくり寝れる方がね、全然疲れの取れ方が違うんで、今日はもう絶対個室で帰ろうと思った、個室で乗ろうと思ってますね。ここら辺とかコンビニとか絶対なさそうやね。結構リンゴが有名やね、この山口の後。昔僕大学の時の友達、18の時に友達になった子がいるんですけど、まあその彼がですね、この阿東町出身で、
でここら辺ってねすごい寒いらしいです。冬になると。で実際ですね、今さっきまで暑かったんですけど、この辺り来るとね、メッシュだと結構ね風が冷たいというか、かなり山の中というのがねやっぱ走っててよく分かります。なので寒いんでですね、結構リンゴの産地で、まあ寒いとこ、リンゴって寒いとこ取れるイメージがあるんですけど、結構ここら辺もねリンゴが有名です。本州でねなかなか北以外でリンゴ作ってるとこってほとんどないと思うんですけど、まあまあここはねリンゴの産地だから特産リンゴやったかな、リンゴの産地ですね。それは友達がずっと昔から言ってました。なんか昔来たね、この願成就。お、島根県津和野町に入りました。津和野山陰の小京都ですね。お、鳥居が見えてきたですね。ここからね確か津和野の市街地に降りれるんですね。昔降りた記憶があります。結構ね津和野はまあさっきも言ったけど山陰の小京都として結構有名で、ただ鯉かな、錦鯉かちょっと忘れたんですけど、鯉がなんかいっぱい泳いでて鯉が有名だった記憶がします。なんかいなり寿司だったかな、お稲荷さんもなんか有名だったかな確か。結構まあマニアックって言ったら失礼ですけど、まあまあ結構ね見どころがいっぱいある町で、まあ丸町なので、まあ、ぜひ皆さん一回津和野に来てみてください。お、増田ですね。津和野から増田に入りました。増田市です。なんやろまあ漫才みたいな。さて日本海側ですね。もうまだちょっとナビを見るとまだ若干山の中ですけど、だいぶもうずっと北に向かって走って、でそのうち日本海に出るみたいです。ちょっと休憩したい。セブンイレブンかなんかでコーヒーが飲みたい。あった、セブンイレブンちょっと休憩します。疲れました。ホットコーヒー飲もう。よーし休憩できたんで行きましょう。ちょっと天気がいまいちなんですけど、まあまあ雨は降らんでしょうですね。15分ぐらい休憩したけど、まあまあ予定通りですね。やっぱり9時半ぐらいですね、舞鶴到着になってるんで、まあこのペースで行けばちょうどいいぐらいになると思います。あ、なんかあれが取れたね。ふさふさがどっか行った。ここから無料区間が行けるんやね。じゃあちょっと浜田松江方面の無料区間走りましょう。確かこの山陰の方はですねかなり無料区間が多くて、途切れ途切れで道路を昔3年前に走った時、3年半ぐらい前かな、走った時になんかかなり途切れ途切れだった記憶があるんですけど、ただ結構ね無料のバイパスが多かったイメージがあります。なので今日もですねこれをどんどん活用して
舞鶴ですね。少しでも早く到着できるようにしましょう。びっくりした。なんかあったかな。すごい。ちょっと焦りました今。そう、石見、この辺りなんか石見よね。確か石見銀山ってあるけど、石見というね、石に実と書いて石見と読むんですけど、山陰って言っても一括りいろいろありますもんね、本当。昔走ってた時、確かなんかローソンポプラ、そうそう、これローソンポプラがすごい多かったイメージがあった。あとの酒ゴリラやったっけな、なんか不思議な、なんかゴリラの酒屋さんがすごい印象が強いです。3年半ぐらい前走ってる時になんかその印象が強すぎて、なんか山陰っていうとこの酒ゴリラとローソンポプラしかないんじゃないかなっていうぐらいね、本当にすごい印象強いんですけど。GoPro の調子はやっぱりいいね。先週月曜日か、テスト的に走った時にちょっと熱暴走微妙に1回ぐらいしたんですけど、やっぱ暑いとね、この GoPro って結構すぐやられるんですよね。で、実はね GoPro ってなんやろ、映像とか手ぶれっていうのは本当素晴らしいんですけど、手ぶれの補正とかね。ただカメラとしてのこの品質って相当いまいちで、よく固まったり熱暴走したりで、SD カードの相性も結構ね合わなかったりするみたいで、結構ね品質的には本当に微妙なんですけど、ただ他のなんかこの似たようなカメラ、このアクションカメラもね、やっぱこの熱暴走って結構問題になるらしくて、でソニーとか、あとオズモやったかな、 DJI、 あそこら辺とかもなんかやっぱり結構熱暴走で固まるって言って、本質的にこの高画質でこんだけのフレームレートでなんか映像を撮り続けるっていうのはやっぱり結構やっぱりまだまだ技術が難しいんだなと思う時があります。ただこれぐらいの気候でですね、しかもこれバッテリー抜いていればやっぱかなり安定するみたいですね。なのでやっぱり熱暴走ね、GoPro とかどんどんこれからも新しくなっていくと思うんですけど、まあ画質はね正直もう 4K とかもいらなくて、個人的にはフルハイビジョンで全然いいんで、もっともっと品質をですね上げて熱暴走しないような製品出してくれませんかね、 GoPro さん。本当それであればね、高くても全然売れると思います。なんかすごいあれが見えてきた。なんやろね、あれ美術館か、石見足立美術館、飯どころぐっさん。交通ですね、交通に入ります。
があったような気がするね。江津川やったっけ、なんかね、あったような気がする。まあ海側はね、風車多いですよね。で、海側にある風車って綺麗ですよね、ほんと。松江までまだ100キロか、遠いな。これは山陰本線かな。線路1本だけあります。島根県ね、横に長いからすごく島根を越えるだけでも相当遠く感じます。高速だとね、島根ってほとんど山の中というか、ね、ちょうど中国自動車道だと山のちょうど中央ですね、中国山地の中央を通るんで、島根県ってほとんどかするだけみたいな感じなんですけど、広島、岡山とかね、兵庫が長いんですけど、やっぱりここの場合、この日本海まで来るとね、島根県の長さを痛感します。津和野から入って、まあ、出雲とかぐらいまで行くので、相当長いよね、多分。島根県はすごく横に長いんで、遠く感じます。逆にね、鳥取とかまで行くと、鳥取のもう鳥取市ぐらいまで行くとね、舞鶴ってなんかすごい近く感じる。中国自動車道でずっと走ってるとね、また舞鶴、与川ジャンクションか。あそこから舞鶴まで行くのもまだ100キロ近くあるんですけど、もうこれ日本海側、舞鶴って日本海側でね、で、鳥取も日本海側なんで、なのでもう鳥取ぐらいまで行けば、舞鶴までなんとか見えてくるっていう感じかな。まあそれでも遠いけどね。温泉の津と書いて湯の津と読む。泉っていらんような気がする。確か温泉町っていうのも鳥取の先にあったような気がするんだけど、結構あれかな、この山陰の方も温泉が多いんやろか。あんまりイメージないけどね、城崎温泉がなんかかなり有名な柳が有名な温泉。昔ね、バイクで城崎温泉行ったけど、バイク止める場所がなくてね、結局全然ゆっくり観光することできなかったんですけど、一回ちょっと城崎温泉行ってね、カニでも食べたいんですけどね、なかなか九州からだととても遠いです。うん、ここね、本当絶好のね、絶景スポットなんですけど、天気が悪いと、やっぱりちょっとダメですね。まだちょっと行けそうなので、体力に余裕があるので、そのまま先進みます。
完全に大雨やね。もうほんとえらい目ながら、天気予報こんなんなかったような気がするんやけど。ちょっとですね、これ。ちょっとどっかで避難したいです。カッパ来たいね。本当は屋根があるとこいいんやけど。どっかなかろうか。ガソリン入れてもいいかもしれんな。もうそば、そばで美味しそう。おろしそば。はい。では、僕がね、ツーリングの行くときに持っていくものというのは、基本ここに映ってるものだけになります。モットーは、極力荷物を少なくすることですね。ただし、必要なものは当然持っていく。まあ当たり前ですけどね。そういった形になります。これね、物をね、持っていけば持っていくほど安心という点では、いいんですけど、ただね、大半があんまり持っていきすぎてもほとんど使わないんで、そうすると結構かさばってね、ツーリングの本来自体、ツーリング自体に支障が出てくるんで、極力現地で買えるものは、持っていかないですね。で、多分ね、ほとんど使わないですよね。実際に使うものって限られるんで、あんまり安心をね、主にして目的にして持っていくものっていうのを、選別しないと、安心ばっかり気を使うとね、すごい持っていくものが多くなるんで、そこはちょっと気をつけるようにしてます。で、一番最初にね、ここにあるのが今タンクバッグなんですけど、タンクバッグはね、やっぱ物をね、ちょっとしたものの出し入れするときにこうね、中に入れたり、できるので、これはこれで結構便利。で、最近だとね、もうETC、高速も ETC で現金あんまり出すことが少ないんですけど、それでもね、チケット、何らかのチケットをね、見せたりとか、ちょっと一時的に格納するといった時にやっぱりどうしてもこれが必要。あった方が便利。で、モバイルバッテリーね、最近GoPro からここから給電するんで、モバイルバッテリーを入れたりしてます。あと、ちょっとした小物もね、ここに入れる形にしてます。で、シートバッグはもう皆さん多分ツーリング行く方は多分持たれてると思うんですけど、これはね、いろんなものなんでも基本は、入ります。で、僕の場合ね、今回キャンプがあるんで、このキャンプだったり、このシートだったり、これかさばるんでね、中に入れるんじゃなくて、こうもう外に出すスタイルにして、で、中はね、何を入れるかというと、当然中に入るものですね。で、極力外気に触れたくないというかね、外にこれ物に風浴びたり虫当たったりするんですけど、中に入れとけばね、基本そういうのはないんで、で、最初に出てきたのはエコバッグですね。これ結構便利で、ホテルとか、で、フェリーとかね、中乗るときにね、僕はね、基本このバッグ全部を持っていかないようにしてます。バッグってね、結構重くてね、毎回これ持ち運びしてるとちょっとね、腰が抜けそうなぐらいしんどいんで、基本このバッグはもうバイクに置きっぱなしで、中にね、こう着替えとか必要なものだけこのエコバッグの中に入れて出ていくっていうスタイルにしてます。そうするとね、結構スムーズに、移動ができます。で、中に入っているものっていうのはね、基本こういった形はインナーのウェアだったり、ちょっとぐちゃぐちゃであれなんですけど、あと、カッパとかね。あと、普段着だったりね、普段ジャケット着てるんですけど、キャンプね、バイク降りた時はこうやって普段着に着替えますし、あとね、今回で言うと寝袋、ね。で、ランタンだったりします。で、キャンプはね、基本テントと、マットとシュラフと、このランタン。この4つだけあれば基本 OK です。それ以上のものは、例えばね、朝コーヒー飲みたいからとか言って、コーヒーセットとかね、
そういったものをね、持っていくのは全然いいと思うんですけど、あと椅子とかね、タープとか持っていくのはいいと思うんですけど、本当に泊まるだけのキャンプするんであれば、今の、4つ。LED なくても別にいいぐらいなんですけど、でも、この4つがあれば、基本はキャンプができる。テント、シュラフ、で、マット、で、LED。この4つだけあればね、キャンプツーリングができます。なので僕は今回この4つしか持っていきません。あります。で、あとね、僕の場合はパニアケースがあるんで、バイクにね。パニアに入れるこのバッグですね。があります。で、これね、貴重品とかはこのパニアに入れるようにしてます。で、雨もね、防げるんで、こっちだとね、パッと、防水のカバーあるんですけど、すぐ被せれなくて、どうしてもちょっと濡れてしまう可能性があるんですけど、こっちの場合ね、パニア基本濡れたりもしないし、鍵もかかるんで、貴重品はここに入れるようにしてます。あとは何が入ってるかというとね、電子機器だったり、あとは、パンク修理剤とか入ってますね。貴重品というほどではないんですけど、こういったね、パンク修理剤と、あと、エアボンドね。エアボンド、空気入れ。があればね、あとは工具も後でできますけど、それがあれば、基本はね、パンク修理がすぐできるので、これはね、必ずロングツーリング行くときは持っていくようにしてます。パンクってね、やっぱパンクしちゃうとね、自走できなくなるんでね、結構本当山の中とかでパンクしちゃうと大変なことになるんでね。なので、パンク修理剤だけはもうお守りとして持っていくようにしてます。あと、貴重品ね。この中で。パニは2つあるんでね、一応こっちの方も、これは、さっき言った工具ですね。携帯工具。あんまりね、大きい工具、重い工具持っていくと多分かさばるんで、もう僕の場合ね、このロングツーリング用にちっちゃい工具セットを買ってます。これがね、結構やっぱり便利で、ドライバーとか、こういったソケットレンチとかね、トレのやつなんですけど、で、これがあればね、大概事が済みます。ただこれだけだと、あと必要なやつが足りなかったので、あとね、ニッパとか、ラジオペンチとかね、スパナとか、で一応ライトとかもね、こういった形でライトとかも一応持っていってます。これだけあれば基本はね、多分大概のことは対応できると思います。あと携帯バッテリーとかね、予備のメガネとか、替えが効かないものとか、傘とかもあるかな、折りたたみ傘とかね。こんなも貴重品じゃないんで、こっち入れてもいいんですけどね。そういったものがあると。であとはバッグですね。バッグ。これがね、当然大切で、電子機器はね、基本かさばらないやつ全部ここに入れてます。これね、普段バイク停車して降りて歩くときに必ずこのバッグを持ってきて、で、本当にね、軽量にしたいときはこの iPad のバッグを別にしてるんですけど、こういった iPad だけ持っていくとかね。っていう形ですね。基本はこれだけですね。あとお土産とかもね、どんどんこのシートバッグっていうか、パニアの方にね、どんどん入れていく形にしたいので、僕の場合極力ね、ほんと物をスカスカにした状態、最低限これだけで持っていくようにしてます。これだけだとね、これだけでもね、だいたいロングツーリング1週間2週間ぐらいは多分対応できます。あとね、これに着替えが入ったりとかぐらいかな。あとジャケットも春夏用と今回メッシュなんでちょっと入れていくとか、それぐらいですね。だいたいそれぐらいあればロングツーリングは対応できます。モットーは極力、物を持ち運ばない。だけどどうしても必要最低限なものは持っていくというスタンスですね。にしています。